ちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回はハッピーハロウィンかぼちゃプリンを作っていくよ。今年のハロウィンはかぼちゃプリンですか。シンプルながら美味しいですよね。喫茶店で出てくるようなしっかりめの硬さのプリンをベースにほんのりかぼちゃの風味が味わえる一品よ。昔ながらのあの硬さがいいんですよね。まずはカラメルを作っていくよ。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。では再び装着。カラメル作りからお鍋にお水とお砂糖を入れて火力は中火くらい。ブクブク沸いてきて色がついてきた。無駄に混ぜる必要はないよ。色のつき具合を均等にするときだけ混ぜよう。焦げ茶色手前ぐらいで火から揚げよう。器をあらかじめ用意しておいて流していくよ。激圧だからやけどに注意だよ。今回は6個分。煮詰め具合や量はお好みで粗熱取れたら冷蔵庫で置いときます。お次はアパレイユ作りです。卵ちゃんをポポコン顔みたいになった。進化した。測ったら一度しっかりほぐします。できたらお砂糖さんそしたら別ボールかぼちゃのポタージュジャータさんのです。野菜のかぼちゃからだと下処理が必要だからこす必要もないポタージュで楽をします。うまく既製品を使っていきましょう。よく振って使おうね。そのままでも美味しかった。そこに牛乳をイン。一度混ぜてレンジでしっかりめに温めます。温めたら卵たちと合わせます。熱が極端に伝わって卵が固まらないように混ぜながら加えよう。最終的なアパレイユの温度が低すぎるといつまでたっても火が入らなかったり生焼けになったりするからちょっと温かいくらいがベストかな。そして香り付けいつかのバニラさん登場。バニラエッセンスでも OK です。裂いて開いてバニラビーンズだけ取り出します。そしてラム酒も入れちゃう。苦手なら抜いちゃっても OK。 アパレイユ完成。カラメルを入れた器召喚。流してくよ。混ぜてから流していこう。アパレイユちょっと余っちゃった。幻の7個目も作っちゃいます。温度はこちら。湯煎焼きだよ。やけどに注意。アパレイユの温度によって焼き時間外れると思うから熱いけど器を揺らして中心が水っぽくなければ OK だよ。では焼くぞ。焼けた。いい感じ。私は60分入れました。8。粗熱が取れたらしっかり冷やそう。これで完成。それではいただきます。おいしい。ベースはしっかりとカラメルの苦さとカスタードのコクと甘さが合わさってる王道プリン。そこにほんのりとこからかぼちゃの風味がやってくるのが主張しすぎなくて好きだわ。もっとかぼちゃのお味を増したいときは牛乳を減らしてその分かぼちゃポタージュを増やしてもいいね。アクセントにかぼちゃの種も乗せてみたけど色合い的にも食感的にもカリカリしてよき。今回はハロウィン秋らしいかぼちゃプリンいかがだったかしら。ポタージュを使うことで下処理裏ごしも必要なくて簡単に作れていいですね。ポタージュで他にもお菓子を作ってみたいですぞ。ハロウィン向けならもうちょっと仕上げにもこだわりたかったかも。ちょっと時間がなかった。皆さんハッピーハロウィン。お菓子を食べて楽しみましょう。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。コメントも気軽にお待ちしてます。